嫌な出来事に自分がコントロールされるんじゃなくて、嫌な出来事を自分がコントロールする。皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私は元気です。このチャンネルでは自然な日本語で日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。今日も日本はとっても暑いです。私は昨日アイスクリームを2個食べました。暑すぎて食べちゃいました。皆さんは暑い時に食べる食べ物ってありますか？私はついつい暑いと冷たいものを食べてしまいます。でもお腹が痛くなって後悔することもあります。気をつけなきゃいけないですね。私の家の猫ちゃんたちも暑いとお腹を出してひっくり返って寝ています。クーラーの中で寝ています。春とか秋とかの暑くない時とか寒くない時は外にあるベランダで日向ぼっこをしているんですが、夏になると暑すぎてクーラーの中で寝ています。皆さんの国は今どんな天気ですか？体調に気をつけながら過ごしてくださいね。さて、今日のテーマは嫌なことがあったときどうするです。嫌なことがあるとつい何度も思い出してしまうことありますよね。例えば仕事で嫌なことがあったときとか、学校で嫌なことがあったときとか、家で嫌なことがあったとき、そういうとき皆さんはどうしていますか？嫌な気持ちとか暗い気持ちの中にいると抜け出せなくなりますよね。なんかずっとその嫌なことをぐるぐる考えてしまいませんか？私はどっちかっていうとそういうタイプだったんですね。ずっと嫌なことを何度も思い出してそのことばかりを考えてしまう。でもこれって人の脳みその仕組みなんですね。人の脳は何度も繰り返し思い出したこと、何度も聞いたこと、何度も話したことを記憶に残すようになっているんですよ。だから何度も思い出す嫌なことがあった時に、あれ辛かった、これも辛かった、苦しかった、嫌だったなっていうのを何回も思い出すうちに記憶として脳に保存されてしまうんです。何度も思い出すと忘れられなくなってしまうんですね。忘れられなくなります。これは脳の癖、脳の習慣で、脳の仕組みなんですよ。皆さんも考えてみてください。何度もやることって忘れないですよね。忘れられないですよね。例えば、ありがとうっていう言葉、何度も聞いたり、言ったりしていると、自然にありがとうが言えるようになりますよね。日本に旅行に行った時、何も考えずにコンビニのレジの店員さんにありがとうって言えませんか？言えると思うんです。何度も目で見て、耳で聞いて、口で話した言葉、ありがとThank you、감사합니다、シェイシェイ。こういう言葉を忘れられないのと同じなんです。嫌な出来事を何度も思い出すと、自然と頭でその情景が浮かぶようになってしまうんですね。これは脳の仕組みなんですよ。では、どうしたらいいでしょうか？じゃあどうしたらいいと思いますか？嫌なことを思い出さないようにするのは簡単ではありません。だから代わりに楽しいこととか嬉しいこととかいいことを思い出すようにします。嫌なことの代わりにいいこと、良かったこと、楽しかったこと
を思い出すようにするんですね。そうすると嫌なことを考えるスペースが脳になくなります。いいことを考えるから嫌なことを考えるスペースがなくなるんですね。人間の脳は一度に一つのことしか考えられないと言われています。もしかしたら2個、3個数えられる人いるかもしれないんですけど、一つだけと言われています。嬉しいと感じているときに悲しいって一緒に感じることはできないんですよね。例えばジェットコースターに乗っているときを思い出してください。乗れない方もいるかもしれないんですが、乗れる人は思い出してみてください。ジェットコースターに乗った時って、怖い、落ちる、どうしよう。それだけしか考えられなくないですか？それしか考えられないと思うんですよ。なんか乗っていて、落ちるかな？これから落ちる？落ちない？落ちるの？落ちないの？わあ、落ちたーって、そんなことしか考えられないと思うんですよ。他にもお化け屋敷もそうですね。お化け屋敷。怖いじゃないですか。怖いしか考えられないと思うんですよ。私はそうです。お化け屋敷に入っているときに、めっちゃ嬉しいってならないんですよ。ならなくないですか？私はならないんですけど、他にも走ったり筋トレをするときも、そのことしか考えられないと思うんですよ。体を動かすことに夢中になっていて、他のことは考えられないと思うんです。マラソンとか全力で走っているときって、息がはぁはぁはぁってなって、もう頑張って呼吸する、それだけしかできない。なんかもう嫌なこととか他のことを考える余裕がなくて、もう息をする、走るで精一杯になると思うんです。でも嫌なことがあって悲しい、辛いと感じるのは無理にやめることはできないですよね。止めることはできない。それは自然なことだと思います。でも嫌なことがあって悲しいし辛いんだから、そんなの感じないのってできなくないと思いますよね。確かに辛いこと、悲しいことを思い出さないようにするのは難しいと思います。私もよく昔は嫌なことを思い出していました。私もだって辛いんだもん、悲しいんだもん、無理だよ思い出さないようにするなんてって思っていました。でもやめました。年を取ったからなのかな。同じ時間を使うなら、嫌なことに時間を使うのはもったいないなと思うようになりました。そう、とにかく嫌なことに時間を使うのはもったいないなと思うようになったんですね。1日24時間あるのはみんな一緒なんですよね。1日24時間をどう使うか？ 24 時間で頭で何を考えるかは自分の自由なんですよ。このポッドキャストを聞いてくださっている人の中で、学校で辛いことがあったり、仕事で辛いことがあったり、あとは家でも辛いことがある人もいるかもしれません。嫌なこと、悲しいことを感じている人もいるかもしれません。辛いとか悲しいって感じるのは当たり前のことだし、自然なことです。辛い、苦しい、悲しいと思うのはしょうがないことなんですね。そういった感情を感じるのは全然 OK だと思うんです。でも家に帰ったり
自分が安心できる場所に行ったり、気が抜ける場所に行って、好きなことをしたり、好きなものを食べたり、心が落ち着いたり、癒されたり、安心できる人と一緒に過ごす。友達でもいいし、家族でもいいし、パートナーでもいいし、自分が楽しいことをする時間を増やす。そんな風にして楽しいこととか、いいことを考えられる時間が増えるといいですよね。そうすることで嫌なこととか、辛いこととか、苦しいことを考える余裕を脳にあげない。スペースを脳にあげない。作らせない。嫌な出来事に自分がコントロールされるんじゃなくて、嫌な出来事を自分がコントロールする。それが大事だと思います。今日は嫌なことがあった時についてお話ししてみました。辛いとか悲しいとか感じてもいいんです。感じていいと思います。でも嫌なことに支配されるんじゃなくて、嫌なことを思い出す回数を減らす。それが大切だと思います。もし自分の楽しいこととか好きなことがわからなくなってしまっている人は、前のポッドキャストでもお話ししたんですけど、例えば仕事帰りにスーパーに行ってちょっといいおやつを買う、美味しいものを買って食べる、家に帰ったらふかふかのソファーの上に座って自分の大好きなアニメを見る、ドラマを見る、あとは大好きなペットと過ごす、大好きな家族やパートナーと過ごす。こんなことから自分の好きなこととか楽しいっていうことを見つけてみてください。考えを変えることは難しいし簡単じゃないけれど、自分のやる行動は変えることはできると思います。感じていることはそのままで、行動を変えてみる。それがいいんじゃないかなと思っています。考えはそのままで、コントロールできる行動を変える。私自身も行動を変えようとしている一人です。私も少しずつ行動を変えようとしています。嫌な出来事を何度も繰り返し思い出してしまって、辛いな、嫌だな、苦しいって感じている方がいらっしゃいましたら、ぜひ私と一緒に行動を変えてみませんか？変えていけたらいいですね。一緒に頑張りましょう。では今日のお話はここまでです。今日の内容がいいな、面白かったなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。そして皆さんの今日に一つでもハッピーがありますように。それでは今日もありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。バイバイ。またね。ありがとう。Thank you. Gracias. Merci. Grazie. あとなんだっけ? 감사합니다. シェイシェイ. Vielen Dank. Vielen Dank. バイバイ。ありがとう。